あなたは主婦じゃない。ただおっさんだ。ヘーゼルが寝静まり、妻が帰宅する頃、おいらの主婦修行は始まる。妻に、料理のできない主婦は主婦じゃないと言われたのがきっかけだ。第1回目の今夜は、肉じゃが、卵焼き、ほうれん草のおひたし、味噌汁を作っていく。早速、ほうれん草を洗っておく。ほうれん草を茹でるための熱湯を準備する。お湯が沸くまでの間にお米を炊く。世界的物価高で自炊こそこの世の中を生き残るためのサバイバル術かもしれない。今夜はこの鍋でお米を炊く。お米を2合入れたので、水は2カップと少し多めだ。肉じゃがに使うじゃがいもを洗って皮を剥く。人参も同じように洗って皮を剥く。鍋が沸騰してきたので蓋をする。早速人参をカットする。次に肉じゃがに使うじゃがいもをカットする。初めて肉じゃがを作った時はじゃがいもを入れすぎてじゃがじゃがになってしまったので、量には気をつける。玉ねぎの皮を剥く。玉ねぎも人参じゃがいもと同じ大きさにカットする。1時間ほど昆布をつけておいた水を鍋に移す。ほうれん草のおひたしに使う浸し汁を作る。醤油50ミリを鍋に入れる。続いてみりんを50ミリ、砂糖小さじ1杯、浸し汁を温める。沸騰したら昆布を取って鰹節を入れる。隣で沸騰したお湯にほうれん草を通す。さっとお湯に通してざるにあげる。ほうれん草の水気を切る。次回作るときは先にほうれん草を束ねてお湯に通すといいそうだ。ここで本来ならほうれん草を先にカットしてから容器に入れるそうだ。浸し汁をざるを使いながら流し込む。
冷蔵庫で保管する。肉じゃがに使う白滝を熱湯に通す。肉じゃがの出汁を作る。久しぶりの料理で大さじが見つからないので、小さじで大さじ2杯分醤油を入れる。みりんも同じく大さじ2杯。料理酒も同じく大さじ2杯分、小さじで慎重に入れる。砂糖は小さじで3杯入れる。最後に味の素を小さじ2杯入れたら、肉じゃがの出汁の完成だ。肉じゃがを煮るときに使う落とし蓋を作る。手作りの落とし蓋ができた。肉じゃがを作っていく。お肉を炒める。お肉の色が変わってきたら、カットした野菜を入れる。最後にだし汁を加える。落とし蓋をして味がしみるまで待つ。思っていたより簡単そうだ。肉じゃがを煮ている間に卵焼きを作る。砂糖小さじ2杯、醤油をほんの少しだけ入れる。みりん小さじ1杯、よくかき混ぜる。卵焼きを作る。フライパンに焦げついてうまく巻けないようだ。どうやら鉄のフライパンを使うときはコツがいるみたいだ。一時はどうなるかと思ったが、なんとか丸めることができた。肉じゃがは大丈夫だろうか。白滝を投入する。
卵焼きをカットする。少し不格好だけど卵焼きができた。手順を間違えてしまったほうれん草のおひたし。ひたし汁から取り出して食べやすい大きさにカットする。次作るときは先にカットしてからひたし汁につけておこう。チーズバーガーやピザばかり食べてきたおいら、もう何年ぶりだろうか、ほうれん草のおひたしができた。上に鰹節をのせたら、おばあちゃんの作ってくれたほうれん草のおひたしの完成だ。最後に肉じゃがを器によそう。おいしそうにできた。肉じゃがの完成だ。おいらの手際が悪すぎて味噌汁を作る時間がなくなってしまった。インスタントを使う無礼をお許しください。少し冷めてしまったが、ご飯を取り分ける。ご飯がおいしく炊けた。卵焼き、ご飯、ほうれん草のおひたし、インスタントの味噌汁、そして肉じゃが、一汁三菜だ。おいしい。肉じゃがおいしい。肉じゃがもっと食べていい？ダメ？いつ食べるの？妻は肉じゃがを気に入ってくれたようだ。食べたわ。本当美味しかった。静かに寝ていたヘーゼルが起きてしまった。子供ができてなかなか夫婦2人の時間は取れないが、これからもヘーゼルが寝てからティケーズと一緒に料理を練習していこうと思う。もし今回のクッキングパパシリーズを気に入っていただけたら、高評価とコメントお願いします。おやすみなさい。